けいちゃんです。まるちゃんです。はるはるです。アラサーほろ酔い隊乾杯。はい、今、3人でご飯を食べているんですけれども、ちょっとお話が盛り上がってですね、世の中にはいろんな女がいるよねっていう感じになりまして、ちょっと動画回してみようかっていうことで回しております。そう、私1個思い出して、いはいろんな女いるじゃん。で、私がさ、大学の時アメリカの大学に通ってたんだけど、そこでみんなでなんかシェアハウスとかしてたんだよね、最後の2年ぐらいは。でもうその前からもう1年の時から仲良くしてくれてた女がいて、仲良くしてくれてたんだよね。だから私は普通に友達だと思って接してて、結構何でも言う中でずっと仲良かったんだけど、もう大学3年生4年生になったあたりかな、あたりになんか他の子からね、その子じゃなくて他の子から通告があって、私2年生大学に行ってから4年生大学に編入してるから、その子も同じだったの、仲良くしてくれてた女ね。でその女が2年生大学に遊びに帰るために、まだ友達がいるからたまに行ってたんだけど、そのために私の悪口をめっちゃ言ってるって。それだ、話題それだけみたいな。だけみたいな。怖っ。そうっていうのをある日聞いて、でも私さ、それまで本当に普通に仲いい、なんかもう言うたら親友だと思ってたの、その子の。そのレベルの子が？そうだと思ってたんだけど、もうずーっと喋ってんの？そう言ってるんだって。うまいね。っていうの聞いた瞬間に、うわ怖いみたいな。怖いじゃん。もうなんか自分がさ、安心しきって話してた相手がそんなに自分のこと大嫌いになったんだと思う。もう私は逐一めっちゃイラついてるってことじゃん、その子聞いてる時に。でもさ、だって笑顔で話聞いてんでしょ？笑顔で話聞いてる。怖くない？で、なんか笑顔でなんか怖くない？話してるんだけど、でも内心何こいつくっそみたいなずっと思ってたってことじゃん。心の中で何思ってるか分かんないね。そうだから、そういう子もいるんだと思って。で、思い返してみたら、そういえばこの子って昔私が入ってきたばっかの時に他の子と仲良かったけど、その子の悪口を私にめっちゃ言ってたわと思って。同じなんだじゃあ。そうで、なんかその子と仲良かった他の子ねはなんか全然疎遠になってたなっていうのを自分のターンになって思い出して、そういうことだったんだみたいな。悪口とかを常に言ってるような子は私と仲良くなったって私の悪口を言うんだなって怖っ。じゃあ思った。それ怖いね。怖い。だからもうそれ以降私さ、その子のこと一生信じらんないじゃん。だからなんか一言メッセージでごめんこの前のことみたいなのが来たけど、分かったって私ももう送って、それ以降一生話さなかった。じゃあ向こうも自覚したタイミングがあったってこと？その私が言ってることがなんていうの、本人に伝わってるっていうことは自覚したんだろうね。だって私があからさまに態度変えたもん。なるほどね。もう友達じゃないってその聞いた途端に認識して、なんていうの、今まではさ、もう朝起きたら話すみたいな感じなんだけど、もうおはよう私のこと嫌いだよね、ごめんねごめんねってほんとそんな感じだったからでも面白い後日談があって、普通にさ、私日本に帰ってきて就職してじゃん。で、同じ職場だったフランス人の男性がいたんだけど、その人が恋人探してて、普通にアプリとかでたまに女性に会ってたりしてたの。で、その中で今度会う女性さ、君と同じ大学の子なんだよね、たまたまって言われたから、そうなの？そんな子なかなかいないんじゃないの？私超田舎に行ってたよっつって、誰って聞いたらそいつだった。アプリガンガンやってた。で、なんかもうさ、知ってんのどんな子ってそのフランス人の男の子に言われたからさ、私はもう会ってみたら分かると思うけどみたいな、なんかまあいいんじゃない、とりあえず行ってみれば。私と知り合いっていうのは言わないでね。そんなことある？そんな身近でさ会うんだなんかね。世界をまたいでこいつか世界をまたいで
でこれはね、もうバイト先の話なの。バイト先で、飲食やってるんだけど、当時私がもう21とか、もう20歳とか多分そんぐらい結構若くて、で当時そのやばい人は32ぐらいだったの。10個ぐらい上？結構上でしょ？それ10個ぐらい上よ。だからもう私からしたらすごいもうなんだろう。なんかもう大人に感じるし、もうなんか飲食の先輩みたいな感じで、なんか結構その学ぶこともあったし、なんかこう飲食店でのルールというかさ、なんかこういう時はこうした方がいいとかっていうのも最初は教わっていたとは思う。で、社員さんとかがこうまかないでうちのカフェにこう注文しに来て、これパスタ食べたいですとかって言った時とかに、なんかこう位の上っていうか、その結構地位が上な人の社員さんには、はいはい何してますかみたいな感じで超元気な人なの。作りますよ、もういいですよみたいな感じで結構ぶりっ子系だったの。で、おうと思ってノリノリでやるんだけど、それが例えば同じ会社だけど派遣さんとか、なんかアルバイトとか、結構下っ端の社員さん、まだ 1,2 年目、若い社員さんとかが来ると、なんかもう今混んでるんですけどとか、もう急に態度をガラッと変えて、もう混んでるんですけど後にしてください、今じゃなきゃダメですかみたいな感じで言うの。もうこれガチの真似ね。もうマジこんな感じなの。めっちゃ怖い。そもそもそれすごいじゃん、やばいじゃん、その時点で。やばい。その時点でまずやばいの1個まず1個目で発注とかも私やってたんだけど、もう古くなってたから、私がちょっとだけアルバイトの中でキュンって出る時があったの。それが気に食わなくて、私が標的になっちゃったの今度。休憩で荷物とかバッグ大きい場所があるんだけど、それに置いとくじゃん。そしたらなんか私がね取ろうとしたら、その人が私のカバン蹴り始めたの。怖くない？やばくない？蹴るってどういうこと？だからもう普通蹴るんだよ。蹴ってもうカバンがボタボタみたいな。力量って信じる？信じてる。信じてる？信じてる。私知らない。見たことない。で、生き量って私もその時そこまで信じてなかったの。でも存在は知ってるわけじゃん。話とか聞いたことあって、ある時からなんか家にいてもその人の気配がするわけ。なんかその人の香りとかするの。すごい。香りっていうかその感じるっていうか、なんかあれとかなんかそういう感じがあって、で決定的だったのが、夜寝るじゃん。そしたら耳元で「はるちゃんごめんね」って聞こえたの。でそれがもう32歳の声で「すごい。はるちゃんごめんね」みたいな。怖くない？めっちゃ怖い。めっちゃでも謝ってんだけど、でもその32歳の声で来て、私がもうブワッと起きて「もう怖ー」みたいな。マジ生き量ついてるから、もうとりあえずこうやって拍手しだして、私一人で深夜2時3時ぐらいに起きて電気バーってつけて「いなくなれとか言ってさ、ずっとこうやって拍手してなんか払い方で別にさ、塩まいたりするんだけどさ、とりあえず拍手しとこうと思って、何を思ったかとっさにそれが出てなんかね、ちょっと妬まれる感じもあったかもしれない。その人が好意を抱いてた社員さんがいるのよ。男性。その人がその好意を抱いてた社員さんがいて、なんかアピールはしてたの。ぶりっ子だったし、でアピールしてて、でもその人から振られて、告ったんだよ。で振られて、で気まずいじゃんここは。でもそっから私としかもう喋んなくなったの。その社員さん、その人が多分私とは仲良く喋るけど、こっちはさ最初は喋ってたとは思うけど、気まずくてやっぱ喋らなくなるわけじゃん。でっていうのもあったとは思うんだけど、なんかいろんなのが重なって、もう私に対してのもうムカつくがうわって溜まっちゃってドンってきたんだと思うんだけど、めっちゃそれ涙目なんだけど、怖いんだもん。ピクピク怖すぎるよ。私さ、ちょっと言ったことなかったかもしれないんだけど、オカルトとかめっちゃ好きなの。好きそう。なんか都市伝説とかオカルトとかその心霊とかめっちゃ好きなのよ。いやわかるよだからもう今聞いてても楽しくなっちゃう。経験はないの？私飛ばす方だったから。
これ使おうよ。ちょっと面白すぎる。面白すぎる。ではいろんな女の子がいるということですいませんけど、皆さんよろしくじゃない皆さんもいろんな人にはちょっとこう気をつけていただければなと思います。でははい、赤さん間違えた。もう一回やってもう一回やってるわ。レッドボタンと